Hey!
右からせーのヘッシェイ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 ヘ
正月はどう過ごしてたの？いやーもう実家っすね。ずっと実家で。実家っす。まあ友達とまあ飯行ったりとかぐらいですかね。飲んで食って。はい。こっちがタコとエビ。冷やしホタテ、お刺身を。最上はどう過ごしてたの？永遠お酒がありました。永遠お酒だった。お酒がありました。右手にはずっとお酒が。刺身じゃないの。何日間休みだったんだっけ？29、30、31、1、2、5日間です。5日間。めっちゃいい休みでした。ふみちゃん実家でどう過ごしてたの？実家も年末年始は31日以外ずっと営業してたんで、もう一人で部屋でゴロゴロしてました。営業した時自分の家のお店が営業してた。そうですね。ご飯は美味しかった？美味しかったです。やっぱ久しぶりに親の飯食べるとうまいです。そうだよね。はい。じゃあちゃんとリフレッシュして。はい。食ってよかったです。頑張ってください。ありがとうございます。体重は増えてないの？152キロです。4キロ増えて帰ってきました。めっちゃ食ったんだね。だっておやつでホルモン3キロとかバカげてません？おやつでホルモン3キロの意味が分かんないおやつもね10時にお昼ご飯を食べるんですよ。朝ご飯食えなかったんで、そこから10時から12時までジンギスカンを食べたんですよ。2時間2時間、まあ、ジンギスカン3キロなんですけど、で3時間食い倒れするじゃないですか。食い倒れあ、それ食い倒れ、食い倒れして、で気絶してたんですよ。寝てて、で3時になったら、もうなんか鉄板がもう用意されてるんですね。ホルモンでおやつで食べるかってなって、ホルモン3キロ焼いて2個食べて、でそれが5時半ぐらいまで食べるんですね。でお腹パンパンじゃないですか。動画配信アプリ見ながらお酒飲んで、お父さんとお酒飲みながら時間過ごして、いやお腹空いてきたなと思ったら、焼肉しました。牛タンと。それは8時半。お腹すくんだねそれ。ちゃんとアルコールで脳みそぶっ壊れてたっす。幸せだね。みたいな生活を、30日から始めました。30、31、3日間。やばいっすよね。やばいね。本当に。
おお、でかい。音めっちゃでかそうだね、このタタコってコ。こんぐらいでかいんですか、足。うん。いや、まあ、でかいんじゃない？でかいタコは。でかいタコ。正月らしいことはしたの？楽しいことですか？飯だけ？飯、酒、あと当分見てなかったアニメ見てるぐらいじゃないですか。何見た？テンスラ1期から1話からあアニメまたやるじゃないですか。そうなの？新作が出るんですよ。なんで父親と2人で1話から見直すって話になって、仲いいな。そうだね仲いい。お父さんも好きなんだね。そうだから最初自分がアニメ見てたらハマって、で実家帰ったら自分より父親の方が最近見てるっすもんね。酢だこ食ったっすか今年？酢だこってうまいっすね。俺自分今年知ったっすね、酢だこのうまさを。でもタコ食いたい。酢だこそうやけどどっちかというと普通にタコ醤油食いたい。もうギコはしません。あが入ったらもうスーン。やば危険。これさ、どう？足の調子は？まあだいぶ歩けるぐらいは日常生活問題ないぐらいは、まあ頑張ってちょっとリハビリとかして、それ去年12月？はいの練習でやっちゃいましたね。その申し合いをしてる時に。そうですね。足具体的にどういう風になったの？立ち合いの時に、まあ、いつも自分の悪い癖でうちに入っちゃって、で1回目やったんですけど、1回目の時は、まあ、1回目の時はちょっと怪しいなぐらいだったんですけど、その時切れてなくて、12月の稽古で同じ風にやっちゃって見てもらったら完全に切れてるっていう。何が切る？右膝の前十字靭帯断裂。なんかみんなその前十字靭帯を痛めちゃうんだね。はい、もうちょっとしたら入院する。もうちょっと早くです。で手術して、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。塩水にする。塩水にするらしいです。解凍？解凍と色戻しらしいです。色持ち？戻し。切るらしい。でそれ初めて見たの？これ友和関からいただいたやつ。そうなんだ。かっこいい。失礼します。あれです。なんか塾とか授業みたいな机の感じだね。そうですね。先生はお正月どう過ごしてたの？もうほとんど自宅にいて、犬の散歩しかほとんど外出てないですね。友達と会ったりとかせず？大晦日の前日ぐらいは 2回ぐらいはあったんですけど、大晦日の前日2回ぐらいあった。1日で2回という1日で2回です。違う友達に？つめつめだねよって29に帰ったんで、30ぐらい。30に2組あったってこと？ 2組ありました。いっぱい食べた？いっぱい食べました。正月何食ったん？ソーキそば、お寿司、天ぷら。じゃあお父さんが作ってくれた？お姉ちゃんが作ってくれた。野上原はどういうふうに過ごしてたの？僕ですか？僕も基本29に帰った日に、友達と忘年会して、で30は家で家族で、ご飯食べに行って、で31は、友達と、家で、鍋パーティーして一緒に年越して、で1日は家族でなんていうんですか、おせちとかつまんだりしました。ゆっくりできた？
まあそうですね、まあゆっくりはできてないですけど、まあ楽しく過ごせましたね。飯食いに行ったりとかで忙しかった？まあ家族でご飯行けたりできたんでよかったです。まあ弟と、まあ、トレーニング行ったり。トレーニングしたんだね。そうですね、まあ場所近いんで師匠も、まあなんか体を動かすようにって言ってたんで、まあでもみんなやってると思うんですね、それは。やった？趣向はちょっとだけ。そうがどういうふうに過ごしてたの？自分は外はほとんど出てないですね。29帰って、30はカレンダー配りしてました。カレンダー配り？近所のところにカレンダー配り行ったりして、あとは基本家です。一回友達と会ったぐらいです。深夜はどう過ごしてたの？自分はそうですね、まあちょうど帰った日が餅つきだったんで、その餅つきの様子をちょっとだけ見たりしたのと、あとまあいつもついてる豆餅が20本ぐらいあったんで、3人で多分3、4本ぐらい食べて、であとはまあほぼほぼゆっくりしてたですね、家でもうくだらない話ばっかして、もうそれが一番楽しかったんで、3人、そっか。3人プラス全家族っていうか、まあ、おじいちゃんおばあちゃん集まって、妹と妹といとこも集まって、みんなで話したことがやっぱり一番楽しかったですね。ほとんど家ですね。特にすることもないんで、ゆっくりできた。お正月はどう過ごしてたの？お正月ですか？お正月は親と一緒に、まあ、家族と一緒に、まず家でお雑煮食べて、あとはおじいちゃんたちと一緒に買い物行ったぐらいですかね。何買ったの？食べ物？そうですね、ご飯買ったり、あとはそのショッピングモール行ったんですけど、去年までなかった数珠屋さんがあったんで、新しいの作ったり、一つ新しい数珠作ったり、また新しい洋服買ったりとかする。パーカー買いました。数珠？数珠です。数珠好きなんだ。そういうので運気上げようかなと思って。タコ美味しいっすよね。タコ美味しいね。やばいっすよね。実家で食べたんです。タコ？はい。うまかった。うまかったっす。酢だこだっけ？酸っぱいやつ食べました。ケイちゃん何するの？ホタテのバター醤油焼きっす。やります。はい。最初炒めるっす。実家ではいっぱい飯食った？何が一番美味しかったの？お父さんの角煮ですか？あ、角煮？俊太が食べてたやつだ。お父さん料理上手なの？じゃあケンちゃんもお父さんに似たのかな？全然お父さんの方が美味しかったです。そうなの？そういうのじゃあお父さんに作り方教わったりする？そうっすね。角煮の。あと卵焼きとか。めちゃくちゃいい匂いだね。さっきはどんな正月だった？自分は結構そうですね、結構慌ただしかったというか、あっちこっち、まあお世話になった人とかに会いに行ったりして、そうですね。でもいろんな人の顔見れて、すごい楽しかったです。はい。飯もいっぱい食べて。はい、そうですね。結構美味しいものいっぱい食べて。何が一番美味しかった？
でもやっぱ自分ウリがやっぱ美味しかったです。お父さんが丸々1匹さばいてくれて、すごい美味しかったです。油もこれ座った瞬間撮ってたよ。めちゃめちゃ早かった。いっぱいだね。いっぱいですね。新年会って感じするよね、これ。そうですね。ここ置いとくこうやってどうおしゃれじゃない？いや、おしゃれではないじゃん。詰めて、ちょっと非対称に置くみたいな。はい、そういうのもできちゃうんで、センスあるもんね。まあセンスはないです。これどこの部位？赤身。番付によって出すところとか違うの？これ今切ってんのが視覚者用。視覚者用ってさ、その一般の人にはよくわからないじゃん。視覚者ってどういうことなの？一人とか師匠とかお母さん。それを視覚者っていうの？まあ一応僕らはそう呼んでます。大トロ？大トロです。ワインとか言ってなかったっけ？ワイン、ウイスキー、焼酎。ああ、そうそう。そっちの持ってきてみたいんだ。怖いな、もうバリバリバリンとかってだけど狭く、その隙間あるからさ、まっすぐもうなんとやまっすぐ持てばいいんだ。いけるかな？いけるやん。怖い。いや、俺はうろちゃんのもいける。すごくない？何これ？これ見て。これ何？これ2つじゃないの？もう一つをうまくしたっていうふうに。これすごい。今日うちにはい、わかりました。どうしよう。じゃないです。はい、こんにちはです。はい、じゃあ、明けましておめでとう。もう、去年、1年、番付しっかり上がったもの、下がったものといろいろあるだろうけど、しっかり目標を持ってやるように。で準備してもやっぱ怪我するときはするからしっかりならないようにしっかり見なくてもしっかり自覚持って思考するやし基礎運動ちゃんとして怪我をしづらい準備体制してそれで申し訳稽古とか実践のやっぱ稽古をするにあたってちゃんとしなきゃいけないから、ちゃんとやるように。土俵で悔しがるのもあるけど準備段階でもできてなかったら負けて当然なんだからしっかり自分でしっかり毎日1日100回4、5分だってしっかりやる100回とやらない100回じゃ全く違うからそれが1年で換算しても依頼量になるわけだからその分強くなるか弱くなるかそういうのでさって出てくるから勝ちたい悔しがるんだったら最初からやって
本当に悔しがることをちゃんと今年1年徹底するように、まず今年1年怪我なく笑って過ごせるようにしっかり頑張るように。じゃあ今年は頑張りましょう。はい、乾杯。はい、しっかり乾杯です。はい。よっしゃ。お疲れです。久々に見たストーマさんいや、俺正月とか飲んだりしてたよ。マジっすか？豪華だね。そうですね。正月って感じですよね。ね。海鮮三昧で。なんで正月って海鮮系とかよく来るんですか？なんでだろうね。贅沢な感じ。豪華にってことですか？今年最初の1年頑張りましょうみたいな感じってことですか？どっちが食べるの？他にどこに食べる？こっちも。はい。食べる。こちらです。食べる。なんで？これでしょ？なんでまず食べる？お米。サンドに真ん中。箸一本しかない。でも野田は有名だもんね。この間は違ったんだろ？違いました。あ、違うところなんだ。なんだっけ？田園調布の有名なやつ。あ、そうなんだ。わざわざ買ってこなくてもね。今お話し朝ね、朝早かったね。前日朝からあっちが行動が混むから取らなかった。有名なやつ。あ、そうなんだ。わざわざ買ってこなくてもね。今お話し朝ね、朝早かったね。前日朝からあっちが行動が混むから取らなかった。美味しいです。プルプルしてます。タコは。だからまあ北海道だからマグロ取る有名なところ本当にマグロ美味しい。うまい。いやでも足どうなってるの？食べたら後ろのカニもどんどん食べれる食べて。はい。うなぎいくら。乗せたら美味しいんですかね。乗せたら美味しいですかね。一緒に？一緒に。あんまりですか。一緒に食べたことない。本当？試しです。こ
育てればいい。僕は好きですけどね。そう。はい。合うんだ。僕は好きですね。ほらイカ全部丸横丁のさっきから中入ってそんな俺はただやめ方8時鮮度が違うな。私は分が上がる気ないんだこういうのができませんバカ道を行きますだってあっち行ってねやつどっちなマグロ好きなんですよ。こだわってかけるな栃木降ってたのいや、降ってないです。降ってないはい。降るんだろだった栃木降ります。結構降るんですけど、降らなかった。降ってないはい。それでくれるいやもうどこで過ごしたかによるけどそれはそうなんていうんですかね今日はちょっと寒いめっちゃ寒いなっていう広島降ってるらしい。スモーク広島降ってるらしい。スモークうなぎいくら結構みんなこれやるんだね。あ、この人もやってるんですか京田さんやってる。いや、それうまかいですうまい。うまいです合う。合います遅れてたのまだ1000円のところにもオールは危ないかなと思って最後1キロ100この前の10年は何してたんだろう。22年ですいやそれは持ちしてばっかりでもう会員ばっかりでビールのタイプね。
浜田から行こうか。はい。はい。今年の目標はまだ大事な自分の課題がたくさんあるので、それをちょっとずつ直して、今年三役にしっかり上がります。お茶です。今年の目標は膝を完全に治すことです。頑張ります。お茶です。今年の目標は、一日一日稽古頑張って重量に上がれるよう頑張ります。お茶です。もらう準備してる。もらう準備してる。すいません。はい、お茶です。お茶です。今年の目標は幕下に上がれたので、幕下で定着できるように日々精進したいと思います。お願いします。はい。お茶です。今年の目標は、メンタル面を強くして、セクトに上がります。以上です。メンタル面はな、だいぶもう強くなってるけどな。お茶です。お茶です。今年の目標は、3段目に去年落ちてしまったので幕下に戻って1枚でも多く番付を上げることです。頑張ります。お茶です。今年の目標は初場所しっかり無事復帰して、しっかり勝ち越して、最高位に更新できるように近づいて、1年終わりたいと思います。失礼します。お茶です。今年の目標は去年3段目に上がれたので、もう上位段に落ちずもっと上を目指して頑張ります。ジョンです。今年の目標は3段目に定着してもうさらに上位を目指せるように頑張りたいと思います。農茶です。農茶です。
今年の目標は、去年は3段目に戻ることができなかったので、初場所で3段目に復帰して、そこからさらに上の番付を目指せるように頑張ります。同調です。自分の目標としてまず適当になることなんですけども、今年いっぱいの目標としては幕下上位になることです。そのためにはもっと食事や筋トレ、体作りを一から頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。同調です。今年の目標は、初場所で上位段に落ちてしまったので、勝ち越して3段目、幕下って上がれるように頑張ります。同調です。自分の今年の目標は怪我を完璧に治してまた一から努力し最高位更新できるように頑張ります。どうもちゃんです。今年の目標はしっかり下半身強化をして、で10月末までには3段目上位幕下に戻れるように頑張ります。どうもちゃんです。今年の目標は3段目に上がって定着することです。頑張ります。どうもちゃんです。どうもちゃんです。今年の目標は上位段に定着的を頑張るのと、去年言ったように3段目に上がれるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。はい、応援しますけど、あなたの努力して応援します。どうもちゃんです。今年の目標はまずしっかり下半身強化をして押し負けない体を作り、12段上位までしっかり定着できるように頑張ります。どうもちゃんです。自分の今年の目標は12段上位に定着してちゃんとした相撲を取れるように頑張ることです。お願いします。お願いします。お願いします。飲まないと返すの勝手にいろいろ。はい。もうなくなる？これ食べる。いくらですか？大丈夫です。何でもいくらかけたの？何でも合いますね。何でも合う。さっき僕口パンパンだったんですよ。そしたらこうやってきたっす。今場所の目標は？とりあえずまず出るっていうことを目標ですね。で、出たら下がらないで前に出てしっかり勝つっていうの目標です。待ってください。ありがとうございます。片足でこう上げる。ゆうちゃん今場所の目標は？こっちの22上がる。こっち僕とりあえず勝ち越しですね。止まった。こっちを基準にするんだけど、こっちが低すぎる。自分の相撲を取り切る。
今場所の目標は8番ですかね。嘘っす。ボケたら分からなかった。今場所の目標ですか。今場所の目標ですか。今場所。今場所ですよね。今場所の目標はちょっと優勝って言いたいんですけど、ちょっと緊張しちゃうんで、本当は優勝なんですけど、一番勝ち越し頑張って3段目上がります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。僕も3段目に戻ります。今場所でマークしたいと思います。今場所で？いや、嘘っす。すごいじゃん。嘘っす。ありがとうございます。頑張ります。今場所の目標は？初場所のまず勝ち越しを目標にして狙えるのはやっぱ5勝6勝と白星を増やしていく目標です。はい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。梅ちゃん、今場所の目標は？そしてやっぱ自分の相撲を出して、やっぱ4勝以上、5勝も取っていきたいですね。頑張ってください。はい。俊太は今場所の目標は？自分の目標はまず勝ち越ししてからだいぶ最高位から番付を落としてるんで大勝ちできればなと思います。大勝ちっていうのは何勝？5勝6勝ですかね。7勝。7勝です。頑張ってください。頑張ります。梅ちゃん、今場所の目標は？とりあえず幕下戻ることを意識して頑張ります。優勝。はい、する気で。今場所の目標は？優勝します。優勝したらどんぐらい上がるの？優勝したら5枚目圏内には入ると思います。5枚目？幕下の5枚目圏内には。そうなの？はい。そんな上がるんだ。そうですね。大体じゃああとぐらいじゃないですか。じゃああと2場所でいけるってこと？優勝したら。優勝できればそうですね。誰が優勝できるかわかんないんで、目指して頑張ります。はい。若君、今場所の目標は？勝ち越して15枚目圏内に入ることです。4-3でいけるの？5番。5番を6番欲しいです。したら15枚圏内って。それと7、最高7番だけ狙っていきます。頑張ってください。ということはトーマさんと最後当たるってことですね。ああ、同門対決。同門対決ですね。楽しみ。今場所の目標は？そうですね、目標は、とりあえず4番勝つことですね。あとは自分の相撲取り切れたらいいなと思います。Kが今場所の目標は？はい。今場所の目標は負け越して上位段に落ちたないように、それ最高位更新できるように4勝5勝してさらに番付上げたいです。5勝。そうですね、5勝したいです。します。頑張ってください。ありがとうございます。そうだね。梅ちゃんから勝ち越しチーズケーキもらってたもんね。もらいました。今場所の目標は？番付を落としてるんで、最低の5番は出したいですね。5番、6番、優勝を狙うつもりで頑張ります。頑張ってください。はい、頑張ります。日向君、今場所の目標は？今場所の目標ですか？目標は勝ち越すことです。目標は勝ち越しです。はい。どんどん伸ばしていきたいです。そうですね。はい。目指していきたいです。今場所の目標は？もう優勝しかないですね。優勝しかないですね。はい。頑張ってください。他にありますか？他にありますか？なんか。いやいや、ないです。そうですね。はい。頑張ります。期待してます。頑張ります。
狼ヶ関の今場所の目標は？そうですね、まず勝ち越しですね。まずは、はい。そこからそうですね、勝ち星増やしていけばいいかなって感じです。頑張ってください。混んだったかな、この間来るとそのまま混んでそのまま切りかな。8、13、8、11。あ、話しました。はい。毎回来てくれる人が高いです。センシュラルパーティーだったところあ、そうっすね。普通になやってんだけどな。だいぶ控えて飲んだんじゃないのお父さん。ずっと勝負とお父さんも飲んでた。29から始まりました。遠藤家の飲み会が。はい。でいろいろ作ってたのかまた自分のお父さん。今回はスーパーで買ってきた刺身とか焼肉とかって感じです。珍しいです。今回はなんか作ってくれるんですけど、今回はいいかって言ってました。ジンギスカンとか取り寄せたんで、ジンギスカンとホルモンを8キロずつ頼んできて。ホルモン8キロって言った？すごいね。30日家族で食べに行って1日だけ家族で集まれて、全員でおせち食べたりしました。お姉ちゃん帰ってきたの？そうですね、1日にお姉ちゃんとか長女と次女が一緒に帰ってきて、で家族全員で回ってる。なんか1日に210キロ、普通に180フルスカートで一発普通に入ってたから上がるの。俺は普通にスクワットやなかったさ。お腹いっぱい？だいぶ来てます。フリーズしてる。フリーズしてない？集中してるんです。時間かけて。おお、すいません。お父さん怖いから。反抗するね。美味しいです。まだ半開きみたいな。ボイパしてんの？あ、来ました。できです。楽です。気持ちいいですね。涼しい。涼しいよ。涼しい。よかった。ケンダ明日さ、ちゃんと大久保さん来るから、代わってやってくんない？はい。なんだ？唐揚げ。数時間も出してください。はい。解凍したよ。はい。何が一番美味しい？
全部美味しいですけど、個人的にホタテかもしれないですね、一番早い。良かったやつ。まず今食べたやつ。その中には何が入ってるの？え？その中に何が入ってるの？この中にはホタテ入ってます。ホタテと幸せが詰まってます。やっぱあれですか、肉か海鮮ですか、みんな。大体の家庭海鮮が多かったですか。いや、まあ多いは多いと思うけど、まあバラバラ。新年ってやっぱなんかみんな海鮮なんですかね。海鮮もイメージあるね。豪華な海鮮。なんでなんですか、やっぱ豪華なんですか、海鮮の方。もう冬だしね。ああ。海鮮の時期に。夏だとなんか肉って感じするですね。バーベキューとか考えたら。今回のやつあれ何だったんですか？韓国料理です。韓国料理だった？なんて名前？天ジャンチゲと天ジャンチゲ。あとチヂミか。チヂミ。と妹。あとなんかとんかつとなんかまあ洋食も混ざってるんですけど、まあ韓国料理を好む人なんですよ。水木さえ。どういう感じなの？漢字出さない方がいい。漢字は分かんないです。分かんない？名前でしか聞いてないです。待って、妹の名前漢字知らない？漢字は聞いてないです。知らないんだ。また聞いてます。そんなことある？いや月っていう漢字を入れたいと思ったんです。美しい月かな。水木だと。でも後ろに月は入るです。まあ水木だもんね。もう片方ゆずきなんで。ゆずきに水木。ゆずきと水木です。友吉だね。いや友吉はこれおばあちゃんが、おばあちゃんに似てる。でも友吉も月入ってるね。まあ一応入ってるんですけど。あ、それ多分関係です。2つも多分関係です。あ、そう。おばあちゃんの名前から取ってるんでそれを。あ、そうなんだ。で映ってるのはひいおばあちゃんなんで。映ってる。ああ、はい。動画に映ってるひいおばあちゃんって。じゃあその陶芸ができないことだけほとんど。青花にしていい。まあもう腹決まったら、腹決まったら。途中に検査すごい。お、上ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。